はい。がん経験者さんとのお茶会が始まります。このチャンネルは、これからみんなで運の良い選択ができる人になろうというのが目的です。私はたまたま聞いたことが人生の結果を大きく変えると思っています。お茶でも飲みながらリラックスして聞いていただければ嬉しいです。簡単に私の自己紹介をさせてください。ナビゲーターのマイクです。私の夫は突然発症する病気で2023年に亡くなりました。発症した時に病院でご診療されてしまって、私たちは運の悪いことに重大さがわからなくて、そのまま放置したので、彼は5日後に亡くなってしまいました。その後、私は人生で受けた人間ドックで運よく癌が見つかったので、今ここにいるんですけれども、夫のことがなかったら死んでいたのは私かもしれません。運よく病気を発見できるかできないかは本当に紙一重だと思います。だから、いろいろな方の体験談や自分の実談の体験をシェアしていこうと思っています。今日は久美さんのお話を聞いて、いろいろなことを学ばせてもらいたいと思います。では、久美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、簡単に、久美さんの自己紹介していただけますか？あはい、佐竹久美で、年齢は63歳。アメリカの、LA に在住しています。趣味は、アウトドアとか、国立公園とかを行ったりとか、ハイキンおー。グ、あと旅行が好きで、キューバうんうん。とかも行ったことがあるぐらあ、いすごいですね。旅行が好きなんですけど、あとうんライブとか音楽のコンサート、うんうん。こっちだとハリウッドボールとか、大きいコンサート会場がおー。あったり、あと、私最近、コロナ後から BTS が大好きでそれで、ソーファイとか、あと、ラスベガスとかにもコンサートに行ったりとかしてました。はあ、い。すごいですね。すごいアクティブで。そうん。れがあちこ一応、ち行っモチてらっしゃる。ベーションっていう感じで。はい。旅行行ったところで今まで一番良かったところってどこですか？思い出そうです深いとね。アか。メリカだと、うん、うん、国立公園になっちゃうんですけど、うん、うん。国立公園じゃないや、インディアン居住区あのあ、ハバスパイという、ちょっと奥まった秘境みたいなところがあってですね、うん、そこになんかエメラルドグリーンの滝がいっぱいあったりとかして、アメリカだとそこが良かったんですけれども、うん、うん。あとは、コスタリカとか、えっと、すごい。そこら辺も良かったですね。はい。あちこち行ってらっしゃるんですね。はい。ただ、ヨーロッパ行ったことがないんで、今年はああ、モチベーションとしてイタリアにうん。行ってやるぞと思ってますけども。はい。ああ、いいですね。で、癌の種類は、卵巣、迷細、迷細そうですね。卵巣がんっていう4胞がん。種類ありまして、うんうん。私は、明細胞がんという迷種類の、細胞がん。はえっい。そうですね。の日種類。本人に多いというそうですね。日本ね。人、アメリカでは、もう本当、2%から5%ぐらいしかいないということで、ああ、そう日なんですね。本人っていうか、アジア人には、ああ、その全体の卵巣がんの25%ぐらいはいるとういうこんうん。となので、ほとんどアメリカ人にはいないということで、主治医の先生に、今まで患者で会ったことないっていうふうに言われました。はい。ああね、そうなんですね。で、今、ね、現在も抗がん剤、ね、治療中で、そうですね、ね。はい。お加減が悪いえっと、と思いますけれど正直、も、昨日までは、何ですか？う食ん。欲が全然、元気そうに見えるんですけど、食欲が全然なくって、うんうん、大変ね。今日から、ちょっとうん普通の食欲にだんだん戻ってきて、うん。うん。よかったです。やっと食べれるようになりました。はい。うん。ゆっくりと頑張ってください。そうですね。はい。
で、癌が見つかった流れを教えていただきたいんですけれども、はい。お話を最初に聞いてね、久美さん何年間闘病されてるのかしらと思ったんですよ。一番最初にリストを見て。でもこれって全部、本当に1年ちょっとの間に起きてるんですよね。そうですね。はい。だから、本当にいろいろね、大変な治療をなさってて、とりあえず、セクションごとに、お話を聞いていこうと思います。一はい。番最初に見つかった時の話を聞かせていただけますか？はい。私、左の下のお腹が、うん、ちょっと痛くてですね、うん、なんか鈍い痛みがあったんですけれども、で、もとうん。もと胃腸系が弱い方だったので、はいで、はいはい。うちの家系も結構胃腸弱い方で、うん、で、私、前にも、何うん、回か、うん。憩室炎っていう、なんか腸にちょっとこう、穴っていうのか、ボコってこう開いて、あそこにばい菌があ、溜まって炎症しちゃうっていうの何回かうん、やったこうん。とがありまして、で、はいはい。またそれかなと思って、アージェントケアに行ったんですけどうん、も、そうん、うん。したら、まあ、抗生物質をもらって、うん、で、うん、普通はそれで良くなるんですけれども、うん、うん、なんか、10日間飲んでも、なんかまだうん、良くならないぞっていう思いまして、で、うん、なんか結構残便感もあったりとかして、うん、で、まあ痛みもなんかだんだん痛くなってきたので、うん、で、これはなんか大腸がもう絶対おかしいと思って、そうれで、ん。まあ、すごい本当にもう究極の痛みではなかったんですけど、あそれあ、でちょっと ER に行こうと思って、こちらの、うん、要は救急っていうんですかね、日本だと。うん、そこうん、うん、に行ったんですね。うん、そしうん、たら、そこで CT スキャンと、あとうん。血液検査をしまして、で、はいはい。そしたら、しばらくしたら、えっと、超音波、オートラサウンド、うん、女性の、その、うん、うん。性器のところに入れるオートラサウンドっていう、はい。なんか、そういうのもやりますって言われて、大腸なのになんでって、ああ、は私は、ハテナマークだったんですけど、いはい。でもまあ、先生の言う通りやりましたら、卵巣に、右の卵巣に6センチぐらいの腫瘍ですか、シスト。よ、うん、腫瘍があうん、うん。るというこはいはい。とで、で、まあ、あなたそれ知ってるわよねって言われたんですけど、みたいな感じで、いや、うん、それが、まあ、悪性か良性かはちょっと今のところ、あの、うん、うん、バイオパシーをしないとわからないと言われたんでうん、すけうん。ど、まあ、でもなんか先生にも、右の卵巣なのに左が痛いのはそれが、おかしいけれど、でもなんかで卵巣がすよこうねじれるね。と、なんかおう腹全ん、体が痛くなったりするので、そうれでかなとかって言われて、まあ、ん、でもまあ気になるんだったら、大腸検査も後でしてみてほしいけれども、でもうとにかくん、うん、今は婦人科に即行ってくれと。うん。まあ、これが悪はい性の、はいはい。最悪うん、悪性の可能性が、がんの可うん、能性があうん、るといううん、ので、もうとにかくうん。早く婦人科に行ってくださいって言われて、まあ、こはいはい。の救急では、処置はまあそれだけという形だったんですけども、そこではい。婦人科に行きまして、うん、それでまあ卵巣がんっていうのは、なうん、んかうん。本当にがんかどうかっていうのは、その生検でこう、中の組織を調べああ、ないと決定できないらしいんですね。それで、そうなんですそれは手術ね。をしないとできないうん、うん、ものらしくて、で、とにかく、まあ、最初は腹腔手術といって、こう、3個穴を開けてやる手術で、うん、うん、それでその組織を取って、もし、がんだったらオープンになりますようん。というなるほ開腹ど。手術って言われまして、それで、なるほどね。
手術をしなきゃいけないということにということになっなりました。はい。たんですね。でも本当にアージェントケア行って良かったですよね。というのが、うちの夫の場合は本当に、うん。エマージェン ER。シールーム。うん、はい。そうそう、私たちアージェントケアに行っただけで、止まってしまったので、う問題がん。起こったんですけれども、うん。多分知らない人が多いと思うので、ちょっとね、資本にしてみたんですけれそうども、ですね。はい。ね、アージェントケアの方が行きやすいですよね。時間もかそうですね。からないすぐ見てもらえる。はい。し、うん、やっぱりお値段のことも考えてしまうそうですね。お金もかなりし、違うんで。うん、だから、本当にね、ふみさん、良かったなと思って、うここん。で決断したのがもそうですね。なんか、う、まあ、運の分アージェントケアっかれ目。て治っうていれん、ば、うんうん、その抗生物質で治っていれば、うんうん、まあ良かったんですけど、多分、まあ CT スキャンとか血液検査とか次の段階でしなさいと言われると、すごくまた予うん、約をしたり、また、その血液検査でまた1週間、うん、うん、う CT ん、スキャンの予約するのでまた2週間とか、結構それで時間がアメリカは取られてしまうので、う ER ん、に行くうん。と、まあその日のうちに検査をしてくれるので、まあお値段は高いんですけれども、うん、でもそえ、れが本当そうですに、ね。ね、違いがそこですよね。レンうんトゲンまうん。では、そうでアージェントケアすね。で出てきて、うちもそれでうもう、ん。じゃあ、レントゲンで大丈夫かなと思っちゃったら、本当は、CT とか MRI が必要うだったみん。たいな。そうですね。ね。私うも一ん。回なんか盲腸をしてたことがあって、やっぱり はいはいはい。ER に行って、すぐ即手術っていう、そういうーう場合もあったのん。で、まあその記憶もあって、まあ一うん番うん。本当に大変な場合は ER に行くのが一番いいかなと思って、うん。本当に私結構本当に。一人暮らしなので、まあうんうん。本当にもう動けないぐらい痛くなって、救急車を呼んだり、誰かに連れてってもらうのも本当に大変なのそれ。で、もう自分でちょっと動けるうちに行っとこうと思って、それうで ん。ER に行ったっていう感じですね。はい。ね。うん、正しい選択でしたよね。うん。で、それから、一番最初の治療なんですけれども、そのお話お願いしますか？はい。で、まあ、最初手術をしまして、で、うんうん。卵巣の両方の卵巣と子宮全摘と、あとリうんうん。ンパ。それうん。は、まあ、多分最初にこう調べた時に、うん。癌だっていうのがもう分かってしまって、で、私はロボット手術っていうやつでやったのうん。で、回復はしなかったんですけれども、はいはい。全摘全部して、リンパだの、うん。子宮体毛だのをうん。取って、で、その後、まあ、癌のステージ1の C、その時は、まあ、うん。うん。ステージ1の C と言われたんですけども、まあ、うん。手術実は手術中にこう破れてしまって、で、うん。中の組織6うん。うん。センチ、7センチあったのが2センチぐらいになっていたので、それで、あ、C っていうことなんでそんすけど、なに、はい。だけど、そまあ、見えるはい。限りのとこうろにはんうん。転移はその時は何もなかったということで、周りの、まあ、うん。他にこう見たうん。限りではなかったということで、なのでステージ1。だけども、こう、破れてしまったので、手術中に、それで C ということらしいんですけれども、それでなるほ一応ど。まあ、はい。C だから、まあまあ、はい。まだ安心かなっていう、結構軽いう気持ん。ちだったんですけども、まあ、ドクターが、まあ、全はい。部目に見える癌は取り切ったけれうん。ども、うん。うん。私のその明細胞癌っていうのはすごくアグレッシブな、あの、癌らしいので、あの、うん。うん。まあ、その後、抗がん剤をやった方がいいということで、なんか、あまり効きが悪い種類の癌らしいんですけども、そうのん。リス抗がんク剤が。そうらしいんでうんうん。すね。なんか4種類あるうちの2種類は効きが悪いらしくて、私のうー明細胞がんもあまりん。効きが良くないという
ので、こうリスクをいろいろ考えて、抗がん剤をやるとやっぱりいい細胞も殺しちゃうじゃないですか。それで、ああ、なるほリスど。クを考えて、まあ、どっちがいいかって言ってたんですけども、まあ、そのう手んうん。術をした私の主治医が、やっぱりこうアグレッシブな癌なので、抗がうん剤はんうん。6タームやった方がいいんでうんうん。しょうということで、まあ、標うんうん。準治療の、6タームを、その後抗がん剤をやりました。これは4ヶ月やったんそうですね。ですか？一応3週間に一遍なんですけども、2種あ類の抗がん剤を、まあ、5時間ぐらい点滴やるんですけれども、あ、ああ、大変だ。そうですね、アメリカは入院とかないんで、まあ、あ、その場に行って5時間やって帰ってきてっうん。ていう感じだったんですけども、まあ、吐き気もありましたけど、吐き気止めをうん。もらってたので、うんうん。その時はまあ、そこまですごい、えっと、吐き気は出なくて、まあ、あうん。とはすごく便秘あの副作用がすごあ。くて、私はそれが一番辛かったんですけども、ああ、そうなんでもうすね。結構下剤を飲んでも出ないみたいな。ああ、なるほもともど。とそんな便秘症じゃなかったので、うんうん。もう初めての経験という感じで、ほんとにそれあ、は、そうだったんだ。それがまたこう、なんか気持ち悪くもさせる、出ないっていうのがっていう感じですね。で、あとは、まあ、手足の神経がちょっとうん。痺なんかこう、れるとか。そうですね、痺れるとか、あうんと、うん。顔と頭に私の場合は吹き出物がブワーってこう、なんか白ニキビみたあら。いな、そういうのがブワーってできるっていうのと、あと、まあ、頭の髪の毛、うんうん。今、まあ、生えてうんうん。きたんですけど、うんうん。全部抜けました。もう、毛とうーいう毛が、ん。眉毛、まつ毛、鼻毛、あもう全部、あ、脇かああ、ら真下の毛から全部の毛が、もうありとあらゆる毛が抜けて、まる子ちゃんの友蔵さん、おじいちゃんみたいな感じの、ああ、大10変でし本ぐらいこうたよう残ってる感じに。な。はい。私の副作用はまあそういう感じで、ねえ。で、10月にやって、で、2月今年のそうですね、に終わっ2月にて、終了しました。はい。で、そんな大変な後に、またすぐね、見つかるんですよね、いろいそうなろ。んですよね。で、そうですね。その話2を、月、はい。ね、じゃあ最後のセクションなんですけれども、そはい。の2月に終わって、またお腹が痛くって、あそうですの、ね。まだ、ER。そうですね。全部子宮卵巣を通って、まあ、ひとしきり抗がん剤もやって、で、まあ、で、その抗がん剤の副作用もうん、もうなくなったうんうん。んだと思ってたのに、まだ左側が前といえ。同じ、左側が痛いぞうと、ーん、おかしいですよね。なんか鈍く痛いんですけど、で、うん、これはやっぱり大腸がおかしいんじゃないかと。うん、もう思い全部卵巣ますよね。は取っうん。たのに、まですだよね。う痛いのんうん、痛は、いし、そう左だし。で、そうですね。で、これはまた大腸の検査をしてもらわなきゃいけないんではないかと思い、うんうん。そうですね、消化器、またこっちは婦人科と消化器が別々で見てもらわないといけないあ、ので、そうで違う、確すね、かに。同じ病院なんですけど、消化器の方の先生を紹介してもらっうん、て、で、うん、そっちのうん、先生に会っうん。てですね、まあ、こういう状況だということで話したんですけど、まあ、最初はまあ、便秘だから、なんか下剤あげようかとか、まあ、胃腸の薬あげようかとか、まあ、うそんなんうん。に重く考えてもらえなくて、え、そんなに簡単になんか、そうなんですよ考えられてたんですね。結か？構なんか、結構簡単に、じゃあ、下剤出しましょうかとか、まあ、ちょっと胃腸系の薬出しましょうかぐらいで、で、で、そそこでこは私がそうですうん、うね、ん、ちょっと押した食い下がっんですか？て、うん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 。いや、こうで、あの前もあったし、みたいな。そう、だから、あの
大腸の内視鏡検査と、あと胃うん、もなんかうん、やっぱり最後抗がん剤終わった後もなんかムカムカちょっとしてうん、たので、うん。それも胃潰瘍みたいななんか炎症もしてたんですね、なんかね。なんかこうああ、血液検査で白血球が高くて赤血うん、球がなんか低いとうん、炎症してる時はそうなるんだけども、でもなんかうん、どこがなっうん。てるかわかんないみたいな感じだったんで、とりあえなるほど。ず内視鏡で胃と腸の内視鏡両方いっぺんにやってくれとうん、結構食い下がってお願いしたんですよね。うん。で、結構うちは、家系的に父親側がみんな胃腸系の癌だったので、ああ、そうなんでそのすよね。で、話をして、そう。で、私も結構何回もそういううん、うん、胃腸系の内視鏡は頻繁にやってポうん、リープとうん。かを取ってもらってたりとかしてたんですけど、で、はいはい。最後にやったのが、えっと、5年前にうん、かなり腸の検査し前ですた時に、そのね。時はポリープないと言われていたので、本当はアメリカのなんかガイドラインだと、うん、なんか6年にポリープがない場合は6年後にまたやるってうん、いうのがガイドラインらしいんですけど、まあ私は日うん、本人だし、まあ DNA も胃腸系がうん、がんっていうのがあるので、まあ5年だけれども、もうやりましょううん。っていうことで、結構ねじ込んでやってもらったっていう感じなんですよね。はい。みたいですよね。そこまで、なんかいうん、ろいろ理由を出して食いそう下がらななんですよいと、ね。はい。本当に良かったですよね。で、これけ、で癌がうね、見つかっん、たということで、そう、これは卵巣癌なんですよね。そう腸の。なんです。そしたら、まうあ、ん。S 字結腸ってこの下の、うんうん。やっぱ左、下の。私が思っていた鈍く痛い、ずっと左が痛いって言っていた、一番最初から痛かったところそうなんですなんですよね。S 字ね。結腸のところに、うえっと、ん。卵巣がんの細胞が見つかりましたということで、あの、まあ、アンフォーチュナリーに、再発してますということで、胃腸科の先生には言われまして、うん。それで、その後、ペット CT っ CT。うんていうのを初めて、うん。うん。やっとここでペット CT をさせてもらえるっていう感じだったんです。そうですよね。最なんか、初にやらないんですね。そう、初めからやってくれれば、もしかしたら私の中では、まあ、ですよね。最初から左の大腸に転移をしていったんではないかと、ステージ思っちゃい1ではなますよね。く、最初うんからステーうん。ジ3とか読んではなかったのかっじゃていう、ないかと結構思いそういう疑ますよね。問があったんですけど、うまあ、ドクんうん。ターに言ってもまあ、nobody 今と knows なってっていうはわ感じで、からない。そうですね、まあ、たらればっていうか、うん、うん、まあね、確かにね、今になってはね。でも最初から痛いところが癌だったからそうだったんでね。すよね。だから私の中ではそうじゃないかと思って、まあ、結構ドクターに「そうなんじゃないですか？」って言ったんですけど、もう今とでなってはももうもう、そんね、胃腸時科の先生に言ってもしょうそうですね、がなくないそん時な。に腸をうちゃんん、と大変。見て、なんか CT では映ってなかったので、まあ、うその時はもうーん、小さい小さい、ほんとに CT に映らないぐらいの癌だったのそうかもしれですよないんですけね。ど、ペット CT でもしかしてやったら、映ったかもしれないんですああ、そっが、か。だってやってるもんね、ER で う CT と、ーん。ね、ただなんかペット 違 CT うんはほんとに、ね。うんほんうん。とになんかはアメリカはだと思うんですけど、あの、MRI とかペット CT スキャンは CT で見つからないとうん。やってくれないみたいで、検査でがんの組織が見つかったからペット CT ができますっていうことになったんです簡単じゃけど。ないのかなと思うんですけどうね。ーん、そうですね。まあ、いろうん。んな、いろんな事情が、大人の事ね、情が、あります。保険の事情とかね。いろいろあるんだと思うんですけど、ほんうん、で、それでまたこれが肝臓とかに、そうですね。そしたら、ね、肝臓うん、と
まあ、頸椎ってこう首のところらへんのリンパ離れ、にうんうん。もペット CT でこう、なんか白く映っているので、そこにも転移しているよと転して。言われそてしまれもい、はい。卵巣がんなんですよね。同じだと思細胞うんですよが。ね、多分。まあ、組うー織を本当にん。こう、その肝臓とかは取ったわけじゃないので、ああ、まだね。うんうんうん。そうなるほど、だったけど、なるほど。まあ、転移をしているよということで、ドクターには言われうん。ました。はい。それか、で、まあ、大腸だけに転移をしていれば、あの、うん。まあ、手術をしようかという話だったんですけど、肝はいはい。臓とか頸椎とか、他にも全部転移しちゃってるので、まあ、とりあえず、今手術はしないで、抗がん剤で、また違う抗がん剤で、その、うんうん。最初の抗がん剤2種類は、もう全然効かなかったっていうことなんで、うんうん。もうすぐさま再発してるか、もともとしてたにしても、6あと、ヶ月間のう間、全くーん。ね、また転移しちゃってるわけなんで、効いてないっていうことだと思うんですけど、で、うんですよね。そうですね、違う種類の抗がんう剤をんうん。やりますということで、そうん。れで、まあなんか、まあそれでもちょっといろいろ同じようなタイプの抗がん剤効かないのにやるんですか？で、もっと副作用が強いと言われたので、うで、んうん。ちょっとドクターにも食い下がってたんですけど、セうん。カンドオピニオンを聞いたり、なんうん。かもっと他にあるって、なんか、イミューノシステムっていうなんか、あの、免疫治療の治験っていうのは、まあね、うん。まあトライアルテストなんで、みたいな。うそうですね、んうん。まだちゃんと承認されてないやつの、だから要は、まあ、モルモット的なっていう、うまあ、あれじゃないんですけど、ん。まあ、効かないので、まあ、普通の抗がん剤が効かないので、こっちの方を試した方がリスク的にはいいんじゃないかって、セカンドオピニオンも聞いたりとかして、まあうでも、んうん。とりあえず、まあ、ちょっと時間がなかったので、まあ、とりあえず3回抗がん剤、今度は3ターム半うん。分ですかね、やってみて、うんうん。その後、まあ、がんがどうなってるか、もう一回ペット CT をしましょうというドクターのことで、うん。で、とりあえず今回のその2つの2種類は前とは違う薬なので、まあ、今までに違う患者だけれども、やって効果があったエビデンスがあると。なので、うん。とりあえずまあ3回やってみましょうっていうことで、それでその後、まあちょっと考えますっていうことだったんですけど、そしうん。たらね、その後すぐ、またものすごいお腹が痛くなってですね、え、今度は、本当に ER に行くぐらい痛くなりまして、はい。どうしたんでで、すか？今度は同じ病院の、うん。私、眼検に行ってるんですけども、そこの はいはい。ER に行って、で、そしたら、まあ、腸閉塞ですということで、うん。で、まあ、4日間入院して、で、まあ、普通だと、まあ、こう、口から管入れて、中のうん。内容物を出して、その後、まあ、はい。腸閉塞してるところを手術するということになるかもっていうことで言われたんですけど、なんかうん。私の場合、その、癌がある左の下のところが腸閉塞になってるかと思ったら、全然違ったんですか？違う、そう、右側の小腸とあ、大腸の境目うんうん。がこうなんか重なってるっていう風に言われたんですよね。こうなんかこう重なっちゃあってる。あ。多分それはその、まあ私子宮とか卵巣とか全部取ってるので、まあ、うん。よく回復、オープン手術した人は、腸うん。閉塞、癒着があるので、腸閉塞うは気をつん。けてって言われてたんですけど、私ロボット手術だったんで、あんまりその腸閉塞のリスクはないよと言われてたので、もう全然そんなのうんうん。考えないで、まあ普通に結構好きなもの食べてて、どっちかっつったらがんにいいと言われている、野菜、ブロッうコリーとんか、まあうん。本当にうんうん。キノコとか、まあ、わかめとか、
結構繊維ものっていうんですかね。そういう、まあ、はい玄米とはいはい。か、結構そういうものを多く食べてたんですね。うん。そしたら、なんか腸閉塞にはその繊維ものが良くないらしくて。えそ、それでも、ね、みんな繊維の多いそうなんでものを、ね、すね。体がいいって言って、うん。そんなに取ってる。簡単に腸閉塞にうはならないじゃないん。ですか。ね。だから本当に大変でしたよね。違う場所だし。運よく、まあ、吐きもしなくて、まあ、すごいお腹は本当に痛かったんですけど、うん、まあ、うん、ちょっとうん。痛み止めで点滴、モルヒネだと思うんですが、打って、で、まあ、ちょっとしたら、下からも出て、うん。ああ、よかっで、たね。手術はしなくていいということで、まあ、4日間、お水飲まず食わずうん、点滴だけで過ごしたんですうん、が、とりあえず、なんかだんだんこう、ソフトなもの、今度はうん、うん、ファイバー抜きのものを食べてくれと言われて、まあ、白い、まあ、ご飯とか、パンとか、うん、まあ、うん、うん、そういう、どっちかっつったら、まあ、マカロニ、柔らかく煮たマカロニ、まあ、うどんとか、うん、うん。まあ、そういうものを食べてくれと言われて、で、一応まあ、腸閉塞は手術せず退院したんですけども、うん、よかったですよね。もしかしたらね、違う場所、がんを取ることになるかもしれないからそうね、そんですなにいっね。ぱい取ることになっちゃいますもんね。そうですね。でもまあ、この先、まあ、そうのん。腸閉塞の重なってるところが、まああ、あ、治ってうるん、か治ってないかわかんないんですけど、どっちにしうてももしかしたん。ら手術をしなきゃいけない、そのがんのところもしかり、ちょっとそこら辺は、まあ今、わからない。2回目うん、の抗がん、違う薬の抗がん剤でどの感じで、がんの、うん、うん。なんていうのかな、大きさっていううん、のがうん、うん。変わってるかっていうことによっても違うと思うんですけど、うん、そうですね。本当にね、頑張ってらっしゃいますよね。うー今まん、でこの1年半、ね、いろいろあって、今ね、まだ治療中なんですうん、けれども、他のはい。人に知ってほしいことってありますか？そうですね。とりあえず、私の場合は、うえっん、と、一番最初に、えっうと、ん、がんを見つけたときに、まあ、卵巣がんなんですけど、あの、病院の ER の人に、あなた、シストがあるのは知ってるわよね。腫瘍があるのを卵巣にって言って、私は知らないって言ったんですけど、その時にうん。こう、記憶がこう、バックフラッシュして、そういえあ、ば、その4年ぐらい前に、一回私、ああ、卵巣の、検査をしてるんですね。まうた、ん、超音波検査を。うん、うん、そのうん、うん、時に、卵巣になんか、2つちっちゃいシストが、腫瘍 う ?1.8 ミリのん、腫瘍があるよって言われていたんですよ。で、うん。それで、その後、まあ、半年ごとに検査してねって、確か言われてたんですよね。でもあ私はもうあ、全然結構吹っ飛ばして、うん、まあ、うん、これぐらいの年、まあ人のとは、まあなんか、みんななんかそういう腫瘍がちっちゃいのあるよみたいな感じで、で、まあ子宮筋腫もちっちゃいのがその時見つかってたんですけど、うん、うで、ん、今思えば、あの時に、なんか、うん。卵巣の腫瘍を取りますかって言われたんですけど、手術あ、をやっぱ言それも、われたんだ。まあ言われてたと思うんですよね。もし、でもまあ大丈夫だと思うから、半年後にまた見てみるみたいな、みうたいなことも言わーれたんですけど、ん。で、手術をするとなると、もう私、この年なんで、実際卵巣も必要ないし、もうう子供をんうん。産むということはないので、うん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 今考うん。えたら、あの時に、まあ、腫瘍だけでも取っとけば、うー腫瘍だと多ん。分、腹腔手術っていうやつで済むんですうんうけど、ん。あの時に一瞬取ろうかなと思ったんですが、やっぱりお金のことああ、を考そうなんえですて、ね。そうなんですよね。今、ブワーって思い出して、
おう金のことをん、う考ん、えてしまって、うん、まあ、結構なお金なので、うん、だったらちょっとまた経過観察という感じにしとこうぐらいに思ってて、うん、多分もうそのままこう、すっかり忘れて、うん、のことうん、は忘れていて、その、この間の去年に至るってうん、いう、見つかるまでに至るっていう感じだったので、本当に、うん、まあ、たうん、らればなんですけど、あの時に取っとけばよかったじゃないけど、本当に、なんなら卵うん。巣も取っとけばよかったみたいな。年齢が上がってきても子供を産まないって分かっていると逆に、うん、私もそうなんですけれども、うん、OBGYN、婦人科行くのが億劫になっちゃって、うほったらかしになん。るとかね、ありますよね。そうダメなんですよですね。ね。うん、うん、うん。結構私は、なんていうのかな、その生理自体も終わるのが遅かったので、がんになるリスクはすごく高いと。56まで私生理があったんですよ。で、そういう55過ぎて生理がある人って子宮がんとかのリスクもすごく高いあ、らしくて、そうなんですか？反対かそうと思った。みたいなんですよね。で、知らなかった。そう、卵巣がんも私は子宮内膜症っていうタイプのうー卵巣がんだったん。んで、とりあえず本当に、まあ、半年に一遍でも、その、うん。ちゃ検査をしてれんとね。ば、まあ、大きくなっうん。ていってるのがわかるじゃないですか、こう育ってってる。多分そのままうん。1.8ミリのまんま動かなければ、多分そのままほっといてもよかったのかもしれないんですけど、どんさすどん、がにね、6センチとかなると大きいですもんそうですよね。ね。まあ、そのう間に半年ん。ごとに見てれば、こう、まあ、もうちょっとちっうん、うん。ちゃいうちに、あ、これはおかしいと思って、まあ、それで腫瘍だけ取っとこうとか、そういうですね。こともできたのかもしれないんですけど、うん、まあ、なそうですので、ね。やっぱり検査はし、まめね、に言っしたといた方が、方がね。そうですね。多う分、がんん、は老化現象の一つだとも思うので、やっぱりこれからはちゃんとチェックアップをしといた方が良かったなって、本当にうん、それは今でもうん、うん。後悔の一個って感じですね。はい。ありがとうございます。本当に今日はね、いろんなお話聞かせていただいてね、ありがとうございました。はい。こちらこそありがね、とうございます。です。ね、皆さんも最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。今日は久美さんのお話を聞いたので、私たちが運よく助かるレベルが一つレベルアップしました。なるべく多くの人に見てもらいたいので、シェアと登録、いいねをよろしくお願いします。ありがとうごよろしくおざいまし願いします。ありがとうございました。た。